デレン先生はパガニーニのコンチェルトを必修としてプレカレッジの小さなお子さんにも教えていらっしゃいました。ずっとミストレイのコンチェルトリストのグループ1について話してきましたけれども、でも実はこのコンチェルトリストのグループの最後のラロ、ドボージャーク、ビュータン、パガニーニは決して中級レベルの曲ではないと思います。しばらく前にバッハとかハイドンとかお話ししてから随分時間が経ってますので、前の曲については前のビデオを参照していただければありがたいです。ラロシンフォニックエスパニョルですけれども、今本当の演奏会って言ってるあれですけれども、プロの方が定期演奏会なんかにはちょっとあんまり取り上げられる機会が少なくなった曲のような気がします。この曲は私にとっては赤の曲っていう感じなんですよね。どうしてかというと、中学校ぐらいだったと思いますけど、全日本音楽コンクールの本選を聞きに行ったんです。あの頃はまだ日比谷公会堂だったと思うんですけど、その年は4年に一遍でオケ版の本選だったんですね。それ確か4人弾かれたと思うんですけど、そのみんなが赤の衣装を着て出てこられたんで、どうもラロっていうと赤の闘牛じゃないですけど、スペインの。そんな感じが私はどうしても頭に焼き付いてしまっている曲です。この曲は語学章からなっていて、なぜか20世紀の初めの録音っていうのは全て三楽章が抜かれている場合が多いんですけど、それからそれが習慣になって三楽章を抜かして勉強するっていうことが結構ありますけれども、三楽章は私はとっても素晴らしい曲だと思います。私は喜んでズカマの多分メータとロサンゼルスだったと思います。ちょっと今調べてないんでわかんないんですけど、その録音の三楽章は素晴らしかったと私は記憶してます。で、この曲は、このラロ、ドボージャーク、もちろんパガニーニもですけども、のレベルになってくると、ある程度バイオリンが弾けないと、どの曲も弾けないと思います。例えば一つのテクニックがスピカートができないとか、和音がうまく取れないとか、そういうことでは弾けないと思います。特にこのラロは、割と技術的にも威厳などがすごくややこしいですし、それに長いですから結構体力を要求する曲だと思います。楽譜についてなんですけど、今は通販で何でも買えますからあれですけど、あの頃は楽譜屋さんに行くとインターナショナル版が置いてある場合が多かったんですけど、これもフランチェスカッティの編集なんで、少し彼の指使いはすごく手が大きい人でいらしたのか、ちょっと普通だと難しいところがあります。それと音楽的指使いみたいなスライドなんかも入ってますから、少し弾きにくいかもしれません。私はこれは日本でスミ先生で勉強して、これはディレイ先生と習ったことはないんですけども、よく教えたり、それとかマスタークラスなんかでも聞いてました。私自身の感想としては、インターナショナル版よりも、ペーター版か、それか、返礼版が出てますから、返礼版を使われるのがいいんじゃないかって気がします。一楽章のどこだったかあんまりはっきりは覚えてないんですけど、今ちょっと手元に返礼版がないんで、照らし合わせられないんですけど、インターナショナル版と返礼版が少し音も違ってたような気がするので、なるべく私はラロを弾くんだったら返礼版かペーター版がいいんじゃないかと思います。スペイン交響曲の最初っていうのは特にシフティングの練習の例としても出されると思います。とか、ビブラートの例とかでも出されると思います。例えば、前回もお話ししたと思いますけど、高いポジションのビブラートっていう、その最初から結構ややこしいものが出てくるので、これは特に学生コンクールなんかの課題曲によく出てくる曲です。それからディレイ先生が言ってて面白かったなと思うのは、ハバネラリズムについてです。タタタタタタタ。それが普通、そのメトロノーム通り、楽譜通り弾くと、タタ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 って3連符タタってなるんですけど、その先生がちょっとこの2番目のあれを前のめりに弾くようにって
よくおっしゃってました。そのリズムの感じが、例えばビエナのウィーンのリズムっていうの独特の3拍子を取りますけど、それと同じようなそうやるとちょっとデレッとした感じになりますけど、全部じゃないですけど、そういうようなニュアンスのことなんかもよく先生おっしゃってられました。これは語学賞大変でも全部練習なさるといいと思います。語学賞が長くてかなり威厳が多くて、右が長いスラの中でこっちのアーティクレーションを聞かさなくてはいけないとか、そういうことがよくあります。私個人としては、例えば演奏会に行って、最近の傾向といってはなんですけど、私の学生の頃はみんなバルトクの2番のコンチェルトを必ずって言っていいほど練習してたんですよね。で、最近の傾向を見てると、ショストコビッチのナンバーワン、第1番を弾かれてる方が、練習してらっしゃる方が、例えば音楽院なんかでも結構多いような気がします。バルトークについては後でもう一回お話しします。個人的には私は例えば演奏会に行ってショスタコービッチのプログラムが載っているよりはラロとかドボジャークとか例えばパガニーニもですけどもそういうこのロマンティックのコンチェルトがプログラムに載ってる方が自分としては割と楽しめる傾向があります。だからどちらかというとこのラロ、ドボジャーク、サンサンスこれはちょっと小さめ長さもあるんでしょうけど小さめのコンチェルトっていう区分になってますから定期演奏会なんかで最近あんまり弾かれない傾向にありますけど自分個人としてはああいうレパートリーがもっと演奏会に戻ってきたら奏者もですけども観客の方も楽しめるんじゃないかなって思う時があります。次はドボージャークですね。私はディレイ先生とそれからディレイ先生のアシスタントの氷管先生に指示してたんですけどもカン先生のお気に入りの曲でこの曲を何回もレッスンに持っていきましたし演奏会なんかでも弾いたことがあります。この曲もジュリア・フィッシャーとか素晴らしい録音がありますけど最近あんまり演奏会で聴かないなっていう印象があります。構造的にやや複雑でややこしいって思われる方もいると思いますけども民族的豊かで私はとっても好きな曲です。一番最初からっていうか割とかっこいい始まりが出てくるんで私はこの曲は結構好きです。技術的な特徴としてすごくオクターブが多いと思います。特に3楽章の最後の1ページっていうのはものすごくオクターブがいっぱい出てきますしその他でもバイオリンを弾く技術が進んでないとこの曲は和音がいっぱい出てきますからそういうことで弾きにくいかもしれないです。それからドボルジャークっていうのは特に最終楽章とかでも全く同じパターンが出てきた時に全く同じで出てくるんじゃなくて少し変えるんですよね。それも少しほんの少し1音だけ変えてるとか私はこの曲を弾いてる時にアンプが最後のところでこの時はこれがちょっと違うだから今まで弾き慣れてきたから同じかなと思うとちょっと違うとかそういう感じで難しいところがありました。これもバイオリンの演奏っていうのは全然中級ではないと思います。これが弾けたら多分ブラームスのコンチェルトは弾けると思います。民族情緒がすごく豊かに現れている作品です。どちらかというと変な言い方ですけど日本の演歌調じゃないですけどそういう感じで弾けるところが少しこの曲はあると思います。次に出てるリストなんですけどビュータンの2番4番5番です。ビュータンの2番っていうのは私は弾いたことも教えたこともそれとマスタークラスでもあんまり聞いた覚えがないのでコメントは控えさせていただきます。次4番です。4番もこれもオクターブがいっぱい出てくるとっても技術的に
すごく勝ってる曲だと思います。技巧習得に勉強する曲としてはとってもいいと思います。左手、右手にもバランスが良くないと、この曲は弾けないっていうこともありますし、この曲は私はあんまり音楽的にはあんまりそんなに買ってないんですよね。だからこれは技術を習得するための曲として4番をなさるのがいいと思います。学生コンクールなんかでも曲が決まってない場合は4番っていうのは結構効果的かもしれないです。次5番。5番は短いですけれど、4番に比べて私はとっても音楽的に優れている曲だと思います。で、私自身とっても好きな曲です。この曲は前に高校出てアスペン音楽祭に一番初めに行った時にカン先生とディレン先生に8週間音階とクロイチェルスが課題もらわなくてそれだけをやりなさいって言われたっていう話は前にしたと思うんですけど、でその後に許された曲っていうのがモーツァルトの5番だったんですよね。でもこのモーツァルトの5番っていうのは日本にいる時から少し譜だけは読んでたんで、新しい曲っていうよりもその始めてた曲に戻ったっていう感じだったんですけど、このビュータンの5番っていうのは初めてアメリカに来て弾いていいって許された新しい曲だったんですよね。それもあってってこともありますけど、これはこのビュータン、この辺の時代の人っていうのはオペラの影響をとっても受けてますから、こう歌うこととかそういうことにとってもこう自分がビュータンはすごく素晴らしいバイオリニストでしたから、この自分が弾くレパートリーとしてこの曲を作曲して持って歩いて旅してたから、こう観客にいかに受けるかとかそういうことも考えてましたから、そういう意味でこの曲はすごくアピールできると思います。もちろんこの曲はかなり短いですから、例えばチャイコフスキーとかシベリウスとかそういうのと同じランクには入らないような気がしますけれども、これは一度やってみられたらとってもいい曲だと思います。さっき忘れましたけど、ドボルジャークはガラミアンのインターナショナル版が出てるから、それを使うのが一番いいと思います。ビュータンも私はインターナショナル版を使った覚えがあります。それでは最後、パガニーニなんですけども、サン・サンスの1番っていうのは、今演奏会で弾かれることはほとんどないと思います。これは教育上いろんなテクニックが詰まってますから、これをやってみてもいいかもしれないですけれども、ビュータンの2番と同じようにあんまり弾かれることはないと思います。3番は未だに名曲として弾かれてると思います。レコーディングもかなりあります。サン・サンスという方はチャイルドプロジディ、いわゆる神童で早熟で技術的にももうすごくもう子供のうちから完成度が高かったっていうこともあって、その関係からか彼はとっても皮肉屋で辛辣な批評を自分の同僚の音楽家にした人なんです。いわゆるこう一言多いタイプの人なんだろうと思うんですけど、それの影響がまだあって、サン・サンスっていうのはちょっとその作品に比べて評価が低い、そういう位置にあたる作曲家ではないかと私は思います。私は今フランス語を喋るスイスから来てるお弟子さんがいるんですけど、そしたらなんかこの前話してて、そしたらサンソンってアメリカではサンソンって言うんですけど、それを彼が聞きつけて「え？」って言うんですよね。まあ、日本ではサン・サンスって言うけれどっていう話をしてたら、それはフランスでもっていうかスイスでもサン・サンスって言うし、サンソンって言ったら5センツだから5セントの意味になっちゃうよって言って、なんか面白い話してましたけれども、このサン・サンスオルガニストですけれども、ちょっと嫌味なその性格とは対照的に明るくて楽しい曲を書いたと思います。例えばバイオリン曲だとこの3番のコンチェルト、それから女装とロンドカプリチョーソ、こっちの方が多分サン・サンスの作品としては有名だと思います。動物の謝肉祭、それからこれはまあ政治的な皮肉なんかも込められています。それからダンス・マカーベル、死者が踊るっていう有名な話ですね。そんな感じでこう擬人化とかそういうことを取り入れた作曲家だと思います。とっても皮肉屋だった、その裏側のユーモアが出ているんだと思います。第3番っていうのは日本でもこちらでも
中高生のコンクールによく出てくると思います。特に3楽章が課題曲としてよく出てくると思います。プレカレッジでも皆さんよく弾いてました。表面的にはこれは一応グループ1だから一番アドバンスとしたのの前っていうグループなんでしょうけれども、サン・サーンスのコンチェルトっていうのは割と短いですけれども、それでも決して優しくないコンチェルトだと思います。多様なテクニックが使われてますし、そのサン・サーンスのとかメンデルソンとかっていうのは重い曲じゃないんですよね。だからその軽やかさをいかに出すか、難しいとこが難しくないように聞こえるっていう、そういうとこがとっても難しいんじゃないかと思います。軽くっていうのは、例えばものすごくコメディアンの方になるのはとっても難しいっていう、軽くしなくちゃいけないからって、そんな感じの要素があるんじゃないかと思います。私が小学校のコンクールで1番だった時に、中学校の課題曲がサン・サーンスの3楽章だったので、よくこの最初のところっていうのはよく耳に残ってます。彼はオルガン奏者だったんですけども、ちょっと独特なテクニックなんかも使われていると思います。例えばこれは第2楽章の最後のとこですけども、このフラジオハーモニクスがずっと続いていくんですけど、こんな手法っていうのは他にはアルバ・ペルトのフラットレスの以外ではあんまり見たことがないと思います。そういう意味でもこの曲は少しユニークなところがあると思います。この曲は先生はもちろんプレカレッジの生徒にはいつも教えてらっしゃいましたし、それから若手の演奏家がキャリアを積むのに最初の方のレコーディングなんかに先生は推してらしたと思います。私の小さい頃はジーノ・フランチェスカティのレコーディングなんかがとっても有名で、彼がある程度のスタンダードを作ったんじゃないかと思います。インターナショナル版の楽譜もフランチェスカティが編集してます。それからキョン・ワチョン、韓国の女流の演奏家ですけれども、彼女のレコーディングなんかもとってもエモーショナルな情緒豊かな演奏だったと思います。それから私のちょっと先輩のチョーリャン・リン、こっちではジミリンって、ジミーっていう名前はディレイ先生が彼にニックネームとして与えた名前ですけど、ジミリン、チョーリャン・リンのメンデルソーンと裏表になってるんだったと思ったんですけど、そのレコーディングもとっても良かったように記憶してます。ラロ、ドボージャーク、サン・サンス、パガニーニっていうのはこのグループ1の最後に入ってますけども、決して優しい曲ではありません。でもこれをやることによってバイオリニストとしてのテクニックがつくってことはあると思います。では次はパガニーニです。ジレイ先生はもうプレカレッジの生徒さんにはほとんど必修レパートリーのように進めていた曲です。もちろんある程度に行った生徒なんですけども、だから結構小さい頃からみんな弾いてましたし、多分サラちゃんだったと思いますけど、5歳で弾いたとか弾かないとか、なんかそんなことがあったと思います。技術面としてもちろんパガニーニですから、すごく技術の習得にとってとっても有効ですし、それから音楽面としてパガニーニっていうのは技術だけでなくて、すごくカンタビレなんかの曲にもあるように、すごく歌うことを学ぶための重要な教材だと思います。このグループの最後のラロ、ドボージャーク、パガニーニっていうのはもちろんもう中級っていうレベルじゃないんですけど、多分これはチャイコフスキーとかブラームスのコンチェルトに比べてちょっと規模が小さいっていうことでこの
ここに入ってるのかなという気もします。ブラームスなんかになってくると音楽的にもまた少しもっと複雑なものも出てきますから、そういうことで先生はこのグループ1に入れられたんじゃないかと思います。ただこのラロー、ドボルジャーク、サン・サンスもそうですけど、パガニーニはしっかりとした基礎技術がないとこの辺の曲は弾けないと思います。このパガニーニについてなんですけど、私自身はディレイ先生とは勉強しませんでした。小学校の6年ぐらいだったと思いますけども、スミ先生が課題にパガニーニを出して、それですごく難しかった記憶があります。スミ三郎先生はあの時代の方ですから割と遅くバイオリンをなさったそうで、それでもそのスミ先生の先生が君はねパガニーニのコンチェルトが弾けるようになるまで結婚しちゃいけないって言われたそうなんです。でもスミ先生は大恋愛の末に結婚なさったそうなんですけど、そしたら先生が僕実際は弾ける前に結婚してしまったけどねって言ってなんか笑ってらしたんですけど、そういうんで私の頭の中ではパガニーニっていうのは到着目標のすごい難しい曲だって思ったこともあったのが、それでなんかすくんでしまったのか、だからそのままにしてあるんですけど、その時弾いた記憶としてはテクスチャーっていうか割と歌があってそれにちょっとした伴奏がついてるみたいな、そんな感じのこれの伴奏譜ってとっても単純だなと思ったのを覚えてます。それと違って例えばドボルジャークとか、シンフォニー・エスパニョールというのはスペイン交響曲ってラロは名付けてるだけあって、やっぱりオケと対等にオケもすごくいっぱいパートがあって重みとして大きなすごくポリフォニックな構造で来るんですよね。もちろんブラームスはもちろんそうですし、パガニーニっていうのはどっちかっていうといっぱいいたら紛れるところもあるんですけども、たった一人すごくこっちでベアっていうんですけど裸に全部弾かなくちゃいけない、それにちょっと伴奏をしてるっていう、そういう難しさがパガニーニにはあると思います。パガニーニのバイクは上行ったり下がったり最初から上がったり下がったりすごいんですよね、最初から。それから3度がずっと続いていくんですね。ここのところが私は小さい時にあんまり音階を練習する子供でもなかったんで、ここが難しかったです。今はこれ割とずっと長いこと放ってあるんで、今自分が本気にさらったらどういうふうに思うかっていうのはちょっとわからないですけど、それでもやっぱり難しいと思います。後ろのすごくサポートがあるわけじゃなくて、一人でずっと曲芸とか体操のオリンピックとか固唾を飲んで見守ってるみたいなところがこの曲にはありますんで、そういうのですごく難しいと思います。オペラの影響を受けてますから、歌うこととそれとサンドだとか、これはリコシェですね。こういうのがいっぱい出てくるので難しいです。でもこれを若い時にやっとくと、やっぱりバイオリンを弾くっていうのはすごく低音の楽器なんかに比べて、ソプラノの例えば夜の女王みたいに最後の音が鳴るかとか、ベルト要素のところを競うっていうところもバイオリンの演奏にはありますから、ただ歌うだけじゃなくて、そういう意味でこの曲をやるっていうことはバイオリニストとしての力がつくと思います。長々とグループ1のリストについて話させていただきました。次回はまたちょっと Q&A とかも入りますけども、その後になったらグループ2についての話をしたいと思います。ではまた。